おはようございます。無職の TK です。今日はこれから画材を買ってきます。前回売れた16インチの絵の画材キャンバスを買うのと、それを発送するための日本に発送するための段ボールを探す旅に金曜日の朝から出てます。普通の42歳のお父さんはみんなオフィスで働いてる時間だけど、無職のおいらは42歳からこの最後の売れないアーティストとしての挑戦を続けております。現在摩天楼シリーズが第1作第2作第3作まで無事完売して、これから買うやつが第4作目の、無職と摩天楼シリーズになります。もう40歳過ぎてからもう就職先がないから、コメント欄ではよくそんなことをせずに働け働けと言われるけど、もうこの一つにね、家族を支えるために絵を描くことにかけております。でこのお小遣いで買って、その売れたお金でなんとか妻に返せたらと思っております。ニューヨークには売れないアーティストはもういっぱいいるし、知り合いの旦那さんも売れないアーティストだって言ってる人も多かったし、結構なんか日本では挑戦できないようなことを意外とこっちでは挑戦してもいいんだなって勇気をもらっています。まあ42歳からちょっと遅かったなって思ってるけど、頭おかしくなる前に絵をたくさん描いてたらよかったかもしれません。3回連続でオイラの作品が売れたのは奇跡だって言われてるけど、果たしてどうなるでしょうか。この第4作目無職の TK と摩天楼、まあたとえ売れなくてもこのニューヨークには売れないアーティスト星の数ほどいます。その星の一つになれるだけでもおいらは満足です。妻には苦労をかけるけど、23の6だからまた戻ります。まあ仕事選ばなかったら多分あると思うけど、なぜコメント欄で絵なんて描き続けてるのか、そんなのやめて早く働けって、何でもいいから働けって言われたりするけど、何回も言ってるけど、この年になるともう仕事もないので永久無職確定しているので、この絵に描けるしかないという。今最近悩んでいるのは、もう少し早いペースで絵を描かなきゃいけないんだけど、どうしても今幼稚園保育所にヘーゼルを預けることは経済的に無理なので、無職のオイラが主婦としてね、ヘーゼルの子守をしながら隙間時間で絵を描かなきゃいけないんだよ。ただその隙間時間疲れて寝ちゃうこともある。朝から絵を描きたくても家族にご飯を作ってあげなきゃいけない。やっとご飯を作って妻を仕事に送ったと思ったら、次はヘーゼルの散歩で、散歩終わったと思ったら、やっぱりおいらもう一つの夢、 YouTuber になりたいっていう夢あるから、この YouTube の編集、まだちっちゃいチャンネルだけど少しずつ TKS 応援してくれてる人もできてきたので、そっちの YouTube の編集、そんなことやってたら絵描くの忘れて1日過ぎちゃってるけど、そんなことがないようにね、毎日10分でもいいから、筆を握るだけでもいいから
少しずつでも生きている間に少しでも1枚でも多くの絵を完成させて、おいらの生きた証を残していきたいと思っております。今できることは、窓の外から見える小学校6年生の時の夢だったあそこで働きたかった街を、その思いをつないでキャンバスに落とすことだけなので、今日もウルトラマリンブルーの絵の具を買って小学生の時の夢だった街を描き続けたいと思います。無色と摩天楼、少しずつそこに何枚もスカイラインの絵を描き続けるたびに希望が見えてくればと思って、すいません、ちょっと入り込みました。ちょっと入り込みすぎて周りから気持ち悪いと思われたかもしれません。でも大丈夫、日本語はみんな理解できないから。家族のためにパパが描き続けたこの一枚一枚を記録として残していきたいと思います。マンハッタンの皆さん、すみません。チェルシー入りました。通報しないでください。まだまだあと何枚描けるか分かりませんが、ニューヨークスカイライン、雨の日のスカイライン、晴れの日のスカイライン、家族で悲しいことがあった日のスカイライン、希望を見たスカイライン、夕日のスカイライン、雪の日のスカイライン、何パターンあるでしょうか。数えきれないそのパターンがあると思います。それをキャンバスに落としていって、そしてこのスカイラインのキャンバスで家族を果たして支えることができるのか、支えることができずただの気違いだと思って気違いとして終わってしまうのか。テクニックなんて学んだことない。夜間の大学を卒業して美術のことは高校生の時に少し授業で取ったぐらいだけど、この無職のパパ、日本で100社就職しても100社面接を受けても就職できなかったこのおいらに神様が与えてくれたこのギフテッド、これを生かしてスカイラインにぶつけていきたいと思います。あと絵が売れなくてもヘーゼルにアメリカは習い事すごい高いから、ピアノ調べてみてください。日本で塾に通わせるお稽古、習い事に通わせる値段とこっちでピアノ、水泳習わせる値段10倍20倍違います。子供に習い事をさせるお金すごい高い。だからヘーゼルには絵を教えることしかできない、絵を習わせることしかできないと思います。それはおいらが赤信号みんなで渡れば怖くない。そう、ヘーゼルには自然と妻がピアノ弾けるので、妻がピアノの弾き方を教えて、おいらが気持ちでその絵の描き方、そのくらいは自分たちで教えられる。アメリカの習い事めちゃくちゃ高い。誰が人に絵のスクールに行かせられるか、多分行かせないです。自分たちで教えられることを教える。そして柔道もさせたいと思っています。柔道、テニスあたりはちょっとさせたいと思ってるけど、それも高い。柔道が一番強いから、柔道最高。これからの挑戦は一応小さなサイズの9インチから始まって12インチ、16インチ、20インチ、14インチ、この辺結構ランダムに描いていくけど、メインはこの16インチ、今日買う16インチを一応自分のメイン主力として、それが売れたらメインをちょっと大きいサイズにして、それを描きながらもいろんなサイズ描いていこうと思います。小学生の時に地球の歩き方でニューヨークに住む日本人の特集があって、それを見ておいらもいつかここに住みたいと思って、母さんに連れてこられたニューヨーク旅行でもうとどめを刺されてニューヨークで生活したいと思ったけど、
なかなか難しくて、でもなんとか今13年14年目生活継続できております。物価高で大変だけど、物価高で大変、画材めちゃくちゃ高い。それでも思いを込めて、はい、ブリックアートマテリアル着きました。じゃあ今日も見てくれた TKZ の皆さん、いつも動画見てくれてありがとうございます。それではおいらはここのねブリックアートマテリアルで買い物するから、また来週また次の動画も見てくださいね。次の動画も見てください。それではまたね、バイバイ。誰もおいらのことが売れないアーティストだって気づいてないっしょ。It's okay。16インチ16インチ16インチメーカーが決まってんだよ。これ66ドルだって。おいらのお小遣いじゃ買えねえや。64ドル、メンバープライス44ドル、64ドル高い。1個で A ってどれ？フレンチウルトラマリン、これ買います。いくらかな、値段見ないと怖いな。